こんにちはでござる。こんにちはっす。今回は孤島に漂流した状態でサバイバルを生き抜く企画をやっていくでござる。孤島？なんで孤島なんすか？ウプ主曰く、人生に疲れたから人里離れたところで暮らしたいのだそうでござる。うわぁ、しょっぱなから理由がひどいっすね。ちなみに今回ウプ主が流れ着いたのはこの島。砂、何もないんじゃないっすかこの島？よく見るでござる。木が3本あるでござる。3本って、動物もいなくないっすかね？それは島の端にある平地バイオームにスポーンすることを祈るしかないでござるな。運ゲーすぎるっすね。ロビンソン・クルーソーも泳いで実家に帰るレベル。初日はとにかく資源を集めて拠点を建てることが重要でござるな。とりあえず木を切って作業台とチェストを作成するでござる。序盤の基本の動きっすね。木を伐採した後は忘れずに落ちてきた苗木を拾って平地に植えておくでござる。植林っすね。これって砂漠の部分に植えたらどうなるんすかね？多分育たないんじゃないでござるかな。意外と資源あるっすね。そうでござるな。サボテンもサトウキビもシーピクルスもあったの嬉しい誤算でござる。サボテンは食べれるからまだしも、サトウキビとシーピクルスが序盤に必要かというと微妙っすけどね。ゆくゆくは必要になるかもしれないでござるよ。資源はあるに越したことはないでござる。あれ？シーピクルスって陸上じゃ光らないんじゃないっすか？そうでござるな。どうやらウプ主は勘違いしているようでござる。全然気づいてないっすね。そろそろ日が暮れるっすね。豆腐ハウスを作ってるけど間に合うっすかね？ギリギリになりそうでござるな。先に作っておけばよかったのに。資源を回収しているとやめ時がわからなくなるものでござるよ。どうにか間に合ったようでござるな。羊毛がないからベッドを作れないし、夜間はずっと拠点にこもってじっとしている感じっすかね？地下を掘って丸石を探してもよかったかもしれないでござるな。その可能性に全然気づいてないっぽいっすね。なんすか？拠点の中なのに射抜かれたっすよ。スケルトンが近くにいるようでござるな。拠点内に視線が通るような高台が近くにあるみたいっすね。拠点の周りの整地をして高台をなくしておくべきだったでござるな。まあ、そんな余裕なかったっすしね。てかなんで屋根をつけないっすか？屋根があると朝になったことに気づかないでござる。屋根をつけていても、三人称視点なら朝になったことを確認できるのではないっすかね？じゃないっす。これはウプ主は完全に気づいてないっすね。朝でござるな。夜を越せたっすね。おう、羊でござる。これで勝つつる。倒して羊毛を取るとあと2匹必要になるっすから、フェンスに閉じ込めてハサミができるのを待った方が良かったのではないっすかね？じゃないっす。目先の資源に気を取られすぎてる気がするっすね。まあ、羊なんてまたスポーンするでござるよ。とりあえず豆腐ハウスを強化しているでござるな。まず屋根をつけるし。豆腐ハウスの内部から資源採掘用の階段を掘り進めているようでござるな。夜に暇を持て余さないようにするための措置っすね。丸石が手に入ったからかまどを作るでござる。かまどがあれば原木を燃やして木炭が作れるっすね。しかり、これで松明が作れるので、奥深い場所でマイニングができるようになるでござる。昼間は外で伐採、夜は採掘というルーティンになってきたでござるな。深層岩が取れる深さで小掘りをしていくようでござるな。ブランチマイニングの推奨深度とは違うけど仮拠点だしいっかって感じっすかね？そうでござるな。拠点は初期リスポーン1にちゃんとしたやつを作るでござる。本番の拠点を作るための資源採掘って感じっすね。洞窟でござるな。おう、鉄があるっす。他にもレッドストーンや苔やグローツリーがあったでござるな。繁茂した洞窟に繋がっているってことっすかね？可能性はあるでござる。ただ、今の装備で深入りするのは危険でござるな。確かにそうっすね。でもそのうち探検してみたいっすね。
鉄のツルハシができたので、いろいろ採掘できるようになったでござるな。差し当たりさっき見つけたレッドストーンと金をゲットっす。ついでに見つけた粘土も手に入れられたっすね。レッドストーンはいろいろ応用が効くからぜひ欲しいでござるな。そろそろ本拠点を作りたいでござるな。死んだ時にすぐ戻れる初期リスポーン位置の近くに作りたいっすね。そうでござるな。ベッドもないし、それが無難でござろう。何度か死んで初期リスポーン位置を探るっす。鳥まで騎士するっす。命が軽いでござる。リスポーンしたら周りの砂を削って中央に塔を建てるっす。ハスクが気負ったでござるな。あれなんかゾンビに変身したっすよ。なんと面ような。鳥マコロスっす。命が軽いでござる。初期リスポーン位置が正しいか念のため確認するためにスケルトンに射抜かれるっす。命が焼く。さっきの塔の近くにリスポーンしたっす。ここに本拠点を作っていくっす。丸石と土で土台作りっすね。島が小さいから地上部分は小さめに作って地下を広げていくことになるでござる。しばらくは昼の間は本拠点の建設、夜の間は採掘になりそうでござるな。相変わらず夜は採掘っすね。仮拠点と本拠点の間の移動がめんどくさいっすね。そうでござるな。夜の外出は特に危険なので、地下通路を作るか本拠点でも採掘をするのが良さそうでござる。とりあえず本拠点に地下室を作ることにしたみたいでござるな。採掘するにしろ地下通路を作るにしろ地下室は必要っすからね。そして夜になったので仮拠点に移動するでござる。めんどくさいゆえに危ないっすね。拠点間の資材の輸送にも困るでござるしな。主も地下通路を作ることにしたようでござるな。賢明な判断っすね。砂漠だと地下室作るの大変っすね。砂は落下してくるでござるからな。地下道は上下を深層岩のハーフブロックをはめて高さを 2.5 にするでござる。2.5 っすか？なんで 2.5 なんすか？ G が湧かないようにするためでござる。やつは高さが 2.9 だから 2.5 にすればワープしてこれないでござる。G、エンダーマン、スカ、鬱陶しいやつっすよね。厄介なやからでござる。G は光量に関係なくワープできるでござるからな。あとは昼夜のルーティンをこなしながら本拠点と地下室を作ってく感じなので、早送りするっす。はしょりすぎではなかろうかは。そろそろ解説もめんどくさくなってきたのでいいんすよ。ぶっちゃけたでござるな。それでは早送りするっす。Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be, we're gonna be two hearts running wild.
あっという間に完成したっすね。早送りでござるからな。それじゃあ、作った建物について紹介していくっすかね。あれ？何事でござるかは。見渡す限りの美しいなん海。か始まったっす。その海の真ん中に、ある問題を抱えた島がありました。この島が抱える問題。なんか見たことがある流れでござるな。それは、家がない。そんなフォトーリフォームに、あの男は立ち上がりました。ぼっち生活の匠、田中 V 公演。いつ匠になったんすか？フォトーリフォームが、いよいよ始まる。そこ略すんすか？まあ、作るところはさっき見たでござるし。夜は寒く、昼は暑い過酷な砂漠。匠が力を尽くし、何もない空間におしゃれなログハウスが生まれました。2階へ上がると、おしゃれな観葉植物がお出迎え。さらに進むと、開放感あふれる素敵なテラス。広々とした地下には、収納と作業台がずらりと並ぶ。トランスマイニングの坑道への階段も続いているので、作業効率も格段にアップ。平坦で日当たりの良い砂漠。日光浴をするには最高の場所ですが、着物になるっすよ。草を敷き詰め池を作ることにより、砂漠の小さなオアシスを演出。生垣の一部にツツジを使うことにより、おしゃれな雰囲気になりました。天井がないため、雨だけでなく山で降ってきていた豆腐ハウス。なんということでしょう。頑丈な砂岩により、立派な豆腐ハウスへと生まれ変わりました。拠点間は交通の便が悪く、クリーパーやハスクに襲われることもしばしば。地下室から地下道を伸ばすことにより、夜でも安全に行き来ができるようになりました。わかりづらかった拠点間の地上の道も、おしゃれな石畳を敷いて、一目でルートがわかるようになりました。なんか、代わりに全部説明してくれたっすね。手間が省けたでござるな。さて、今回の動画はここまでとなるでござる。いかがだったでござるかな。もしよければ高評価とチャンネル登録をお願いするでござる。できればコメントもくれると嬉しいっす。それではまた、さらばでござる。さらばだ。